こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はせっかくの50話目の区切りでも、金の数が一歩及ばず、キノコ島探しも難航し、なかなか難儀な世の中でした。まあいつものことよね。で、今は冒険の時間実績にトライ中で、地図5枚目付近の海洋バイオームに来ています。まあしかし、そもそもはこの海洋は広いという噂ではるばるやってきたのですが、実際には陸地で2つの海に分断されていました。つまり噂はデマだったのよね。もうすっかりデマに翻弄されてしまい、諦めきれずにまだこの海洋でキノコ島探索中です。災難ね。デマ流した人は謝罪した方がいいわよ。すみませんでした。まあともかく北西の端までやってきました。ここから南に下り、陸地の広がり具合を調べます。そして2分後、どうも陸地は地図中腹まで伸びていたようで、厳しいです。この様子だと海が6分、陸が4分ってところかしら。まあちょっと陸が多いですが、海はこの地図の東にも広がってます。まだまだ望みは捨てません。そして15分後、この地図の海洋を探し尽くしました。これでキノコ島発見の可能性は乏しくなったわね。でもまだもう1枚残ってます。ここまで合わせてこの海の広さは地図1枚半はあるので、まだまだ望みは捨てません。捨てると楽になるのにね。で、北に登ってきました。ひとまずこの地図は後回しにして、先にこの地図の北を調査します。近いところから調べればいいのに。きっとこの北にキノコ島があるんです。過去のプレイ経験に基づいたなんとなくの勘です。そして5分で北の地図の海洋は埋め終わりました。やっぱりなかったわね。思っていた通りです。先ほどの地図に戻ります。そしてそれから20分経過したところです。やっとこのやや広い海洋を埋め終わることができました。結局この海洋に着いてから1時間半もかかってしまいました。いやーしんどかったです。つまり、キノコ島のことは触れない方がいいのね。さてここからが問題で、これからのことを考えねばなりません。現在地は白い点付近で、このままバイオーム探し5両目の遠征に出向こうと思うのですが、うまく一筆書きできるルートがなかったりするんです。地図を東西に4枚分は重複するわね。そのため実は当初は、5行目の南コースの一部を通るルートでこの海洋に来る計画も考えていました。これなら今からの行動がスムーズだったんですよね。で、なんでそうしなかったのよ。前回は50話目の区切りということで、ちょっと無理に収録時間を延長してキノコ島を探しました。もし5行目のコースを寄り道してたら、ほとんどキノコ島探索時間を取れなかったんです。つまり、ここにキノコ島があるとデマ流した人が悪いのね。ほんと反省しています。さてようやく調査した海洋を脱しました。ここからは数枚の地図を戻るだるい道のりで、それが終わってやっと改めて遠征開始です。戻るルートはほぼすでに歩いたルート上なので、新たにキノコ島もジャングルもメサも見つかるわけがないんですよね。と、こんなところにトンネルが、まさか私のために用意してくれたの？スケルトンも一緒にね。追い払われるとか辛いです。もうげんなりして戦う気力すらありません。さて、一応海は通ってみます。わずかながらでもキノコ島発見の可能性もあるので。まあないわね。そしてなんとか、やっと地図1枚目の真北の地図に戻ってきました。そして地図を北に抜けて、口を開けて唖然としているエンダーチェストを回収し、復活したので私も一瞬唖然とし、いよいよバイオーム探索遠征、5両目の開始です。また不毛な旅が始まるのね。で、ルートとしてはまず西に10キロ走り抜け、1キロ北に移動して、北コースを東に18キロ走り抜けます。最後に南コースに戻って10キロ西へ。そして拠点に帰る予定です。今回は何も新たなバイオームが見つからなかった時に、
さらにもう1行突入しないの？まあ食料の残量を見ながらで、あとは気力次第です。さて地図の南コースまでやってきました。ここで左折して10キロ西に進みます。何のバイオームが見つかるかと考えると、モチベーションがやや回復するんですよね。遠征の始めはね。で、ぐんぐん進んで5分後、久々にウィッチの小屋を見つけました。まだ地下で積んだ花用の植木鉢が不足しているので、これは取っておきます。さて警戒しつつ様子を伺ってみると、中には誰もいませんね。つまり空き巣というわけね。空き家と表現してほしいところです。さて主が出かけている間にちょっと失礼をば。やっぱり空き巣じゃないの。で、植木鉢を回収して3分、海に出た模様です。ちなみに今まだ未踏破のバイオームは、ジャングルハシ M とメサダ 1M、そしてキノコ島の2種類だけと少ないです。なので未探索の海洋を見ると、強くキノコ島チャンスを意識してしまうんです。30秒船で進んだら砂漠が見えてきました。どうやらメサチャンスの誤りだったようです。これはダメパターンね。まあまだ西に2キロ進んだところですし、まだまだこれからです。で、今上陸した砂漠は島だったようで、今度は砂漠周辺の海なので、ここから先はメサ&キノコチャンスですよね。無心に通り抜けた方がダメージ少ないわよ。そこからたった1分で、海も乾燥気候も抜けて、精神ダメージがでかいです。まあそうなるわよね。おお、こんなところに峡谷がありました。思わず引き寄せられてしまいます。深い場所もあるけど、ちょっとジャンプじゃ届かないかしらね。そして4キロ地点で、再び乾燥気候に恵まれました。さらに6キロ地点。おかしいです。こんなに期待しているのにメサもキノコも見つからないなんて。物欲センサーが振り切れてるからよ。そして8キロ地点で、また乾燥気候も途絶えてしまいました。あと2キロで折り返しです。さてその14分後、ようやく北コースのスタート地点に着きました。でもここからは東に18キロもあるんですよね。ちょっと気分的にヤバいです。そして逆この地形スレスレのところで、峡谷を見つけました。というか2つ？どちらに落ちた方がいいのかしら。まあ奥はジャンプで届かないので手前でしょうね。しかしまあ、過去のプレイで地上露出の峡谷で、ここまで綺麗に連なったのは見たことがありません。峡谷の橋はほぼ同じ位置で始まり、合間にちょうど通れそうな道ができています。早速渡ってみますがこれは結構珍しいんじゃないでしょうか。欲を言えばもっとしっかり深さがあればよかったのにね。まあ一応はハードコアプレイなので、この辺で勘弁してほしいところです。で、木の向こうは道がやや細くなっていますが、きちんと道は続いているようです。随分うまく生成されたものね。なお、いつもならこういう珍しいものを見つけるとモチベーションが回復するのですが、今回ばかりは全然回復量が追いつきませんでした。というより、まさかキノコ島が見つからないことが、ここまで自分を凹ませるとは思いませんでした。いつもの調子だったのにね。で、この後1分間プレイしたところで限界が来て終了し、そのまま動画編集にも手がつけられず、いつの間にかリアルで2週間経過してしまいました。唐突に投稿の間が空いたことをお詫びいたします。落ち着いた今になって考えると、いつものプレイの精神状態との違いがよくわかるのですが、前回と今回、キノコ島発見を期待しすぎていたんです。やっぱりマイクラは無心でプレイしなきゃダメよね。最も肝心なことを忘れていました。さて今回は少々短いですがここまでです。次回からはひたすら無心を心がけ、まずはこの遠征を終わらせてしまいます。ちょっと息抜きに掘った方がいいかもしれないわね。いえ、
この2週間で息抜きできたし、モチベーション不良の原因も分かったので、食料の残量がある限りは引き続き冒険の時間実績を狙います。では、次回からまた頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。